皆さん、こんにちは。いや、今更ながらで申し訳ないのですが、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの放送済み分を一挙視聴してまいりました。私は、実は、漫画は、そこそこ詳しいつもりなのですが、アニメは、割と数を絞って見ているのもあり、本作は最近まで未視聴でした。ですが、最近、Twitter 等で今期アニメの情報収集していた際に、本作の情報が入ってきまして、なんと、本作は原作者様が、回復術師のやり直しの月夜類先生ではありませんか。ケアルガ様を男優として崇拝している私としては視聴せざるを得ないというわけで、今更ながら視聴してきた次第です。本作のストーリーとしては、タイトル通り、イケメンの暗殺者のおっさんが美少年に転生する話です。個人的には、このイケメンのおっさんの状態でストーリーが進んでもよかったのですが、やはり昨今は転生が人気の秘訣なんでしょうか。美少年に転生すると、そこには美人でたわわな母親の姿が。この辺は無色転生を連想しますね。そして貴族の息子として生活をするのですが、ストーリーは普通にしっかり面白いです。詳細は省きますが、個人的には第3話あたりで回復術師感が結構出てきた感じがします。そして一番お気に入りは第4話です。狼に襲われていた美少女を助けて面倒を見ていたら2年でたわわな美少女に成長していました。素晴らしい。名前はタルトちゃんというようで、この時点で12歳のようです。12歳？そして鍛錬の具合を見るためにタルトちゃんが服を脱いでルーグに触って確かめてもらいます。なぜ全裸に？いいぞ、もっとやれ。そして体の隅々までチェックするルーグくん。さすがプロの仕事です。余すことなく触診で確かめます。さらにチェックする際にいろんなポーズまで取らせるあたり余念がありません。そして成長具合を確かめた後のこのワンカットがもう事後にしか見えません。その後、なんやかんやあり、タルトちゃんがルーグくんに照れるシーンが見れるのですが、ここの回復術師感めっちゃすこ。そして、その後、タルトちゃんのたわわにうずもれながらこんな目をしちゃうルーグくんもケアルガ様感あって素敵です。今回はタルトちゃん中心で感想を語りましたが、肝心のストーリーも普通に面白くできていますので、未視聴の方はぜひ見てみてください。私は毎週の楽しみに本作が加わりました。次回も楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。